こんにちは、ボルデュールサロンようかです。今回は布と糸の色合わせについてお話ししたいと思います。伝統的なハーダンガー刺繍はこのように白い布とこの白い糸の組み合わせ、いわゆるホワイトワークなんですけれども、私はどちらかというとこの白白の組み合わせよりいろんな糸を使って作品作りをする方が好きなので、出来上がるものは色のものが多いです。でそのせいかよくお教室とかワークショップで皆様方からどういうふうに色合わせをしたらいいのかわからないので教えてくださいとかいうお声をいただいたりすることがあるんですけれども、これって答えはないと言いますか、もうおのおののお好きなお色で合わせちゃって構わないんですね。色合わせに決まりはないですし、ご自分の好きな色で刺すのが一番楽しいと思います。でもそうは言いましても、綺麗にまとめる色合いっていうのありまして、ちょうど今ビスコーニュにしようと思って刺しているものがあるので、それを例にちょっとお話ししてみたいと思います。布にどの色を合わせようかなっていう時には、まずこうやって布の上にいろんな糸を並べてみるんですね。いろんな糸といっても自分が使いたい色を中心に合わせていくんですけれども、こうやって色を並べてみて、でこの中から使ってみる糸を選んでみる。1色でもいいですし、本当2色3色、多い時には私結構10色ぐらい使ったりもするんですけれども、色を大雑把に選んでみる。で刺しながら、細かい糸色を調整してで、仕上げていくっていう感じで刺していきます。でね、こちらの布はビスコーニュに使った32カウントリネンなんですけれども、色合いが少しくすんだローズ色なんですね。でどの糸を使おうかなって考えた時に、まず一番使いたい色がこのダンゾミートだったので、これを中心に色を決めていきました。でまだねちょっとかがりの部分の糸色を何にするかは決めてないんですけれども、とりあえずね今のところ使っている色がこれなんですね。これらの色を使って、とりあえず今このビスコーニュのビスコーニュって同じデザインのものをちょっと2枚刺して裏表にするんですけれども、とりあえず1枚刺し終わって、これに使っている糸がこの4色になります。でここのサテンステッチのこの部分と、あとこのクロスターブロックにはこの布と似た色のローズを使ってます。でこのハート部分と、あとここのブランケットステッチですね。ここはこの少しオレンジがかったサーモンピンクで、このちっちゃいんですけれどもアイレットワークとこの周囲のこのブランケットステッチ、これはこのオフホワイトを使ってます。でね、ここをなぜちょっと布の色から気持ち外れたオフホワイトにしたかと言いますと、今回のこのビスコーニュの内布をね、この
ちょっとまだアイロンかけてないんですけど、このクリーム色のサテン生地にするつもりなんですね。でこのサテン生地を、こう当ててきますと、まだこの辺はカットしてないんですけれども、とりあえずここだけカットしたのをこうご覧いただくと、こういう風に下からちょっとこうクリーム色が覗いてきますよね。最初からこのビスコーニュの内布はこのクリーム色にしようと思ってて、なので全てをこのローズ系で刺してしまうと、ちょっとこれだけがすごく目立つなと思ったので、この内布に合わせてここを同じオフホワイトにして、でここにローズとこのオフホワイトの中間色の色を使ってきました。でそれだけだとちょっとつまらないので、ここのラインの部分はこのダンゾメイトを使ってちょっとこうポイント的に仕上げてます。でここのねかがりの部分はピンク色と紫色をちょっとこう取り混ぜて刺してみようかなと思ってるんですけれども、まだ刺してないので、実際に刺してみて様子を見ながら、もしかしたら変更するかもしれません。特にビスコーニュの場合はこの内布の色合いも考慮しながらこの全体の糸色を決めていくんですけれども、全体的に品よくまとまる色合わせというのは、まず第一に布と同系色の糸を選んで、その合間に少しこの同系色の色とは外れた色を差し色として使うという感じで刺していくと、なんとなく色がまとまってくるかなと思います。でも最初にも申し上げましたように、糸色合わせに決まりというものはないので、本当に好きに刺していっていくと楽しいかなと思います。今はもうオランダを離れてしまったんですけれども、去年お教えしていた生徒さんでとてもカラフルな色使いが得意な方がいらしたんですね。でその方が作る作品はもう本当に目が覚めるような鮮やかさで、とっても素敵だなと思っていつも拝見させていただいていました。でその時に色使いに決まりはないなと改めて思ったので、好きな色合いで刺していくとハーダンガーの楽しみも増すかと思います。というわけで、私もこのビスコーニュを早いところ完成させたいなと思います。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。こちらのチャンネルでは主にハーダンガー刺繍のあれこれについてお話ししています。気に入ってくださったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。